ゆっくり、ユニカムガイド。いやー、ゴールデンウィークですね。皆さんは何をして過ごすのでしょうか。そりゃ、ステイホームでブリッツでしょ。実際、それくらいしかできることないね。というわけで今回もブリッツをしていきましょう。今回乗るのは VK45.02A です。皆さんのガレージでステイホームしてるやつ。戦場には怖いお兄さんたちがいっぱいいるからね。何かと不憫で人気がないイメージ。そして、今回からスペック紹介の方式をかなり変えます。なんか用が出てきたな。今までの無作為に選択した戦車との比較ではなく、同手ない全ての戦車内での各スペックの偏差値を求め、それをグラフ化したものですね。まあ、簡単に数字が大きければ優秀と思っておけば良いと思う。ふむふむ、どうやらこの戦車の攻撃能力は普通な感じですね。単発310の DPM2111 だね。通常弾の貫通は 215mm で課金弾は 265mm。単発も DPM ももう少し欲しい感じはある。お次に取り回しについて見ていきますよ。単発が控えめだからなのもあるけど、中戦車にしてはいい部類だと思う。なんだか中戦車みたいな手法ですね。なお、負荷は6度しか取れないので結構苦労します。そうなんだよね。どうしてこうなった？ソ連戦車じゃないんだからさ。機動力に関しては最高速度38キロです。重戦車なので悪くはないですがね。これは全車種の中での計算だから、重戦車にしてはいいとかそういうところは反映されません。車種制限するとデータが少なすぎて正確じゃなくなるゴニョゴニョ。重戦車なので当たり前に体力が多いね。加速も悪くないしトロイ中戦車くらいの運用なのかな。そんな感じですね。なんか、負荷がちょい悪いくらいで、特徴が全然ないスペックしてるね。バランス型といったところでしょうか。とはいえやはり重戦車、やはり走行が気になりますよね。残念でした。見事にペラペラ。そんな、通常弾でもこんなありさまだなんて。そんなわけなんで、機動力を生かした立ち回りが求められます。もうそれ中戦車じゃん。はいそうです。こいつは実質中戦車です。春ダウンや豚飯できる状況なら、前を張る選択肢もありますけどね。幸運にも側面割りたい裏までしっかり 80mm。角度に気をつけてれば同角にも通用しますね。格上から見たら、どうあがいても餌だけど。ボトム線はこの戦車の永遠の課題です。なお、背面も 80mm なので榴弾耐性は高いです。というわけで戦闘開始です。まずは敵の編成を確認してみましょう。どれどれ。対面重戦車はニコに言うか。なんか、全然勝てる気しない。所詮体力の多い中戦車みたいな存在です。ゴリゴリの重戦車との殴り合いは避けたいところですが、ただ、敵のメンツを見る限りそれ以外は大して脅威じゃないですね。これで安心して殴り込みに行けるってわけ。実際、体力が多い MT だと考えると、そんなに悪くない。機動力もご覧の通りなかなかいいですし、思考も割と素直なのでね。というわけで、FCM50 トンの上位互換だと思って運用します。まあ、似てるっちゃ似てるけどさ。とりあえずここは被弾なしで通り抜けれそうです。決め打ちを入れる通過儀礼。ところでニコにユウさんこっち来てるんですけど、安心してください。インパンがついてますので。全然安心できないよ。我らのインパンを信じよ。動きを見る感じ分かってそうなので心配なし。もう敵はほとんど見えていますね。あのニコニーユーは孤立してると思われますが、かなり強気に突っ込んできてますね。まあ、インパンと彦 A だしね。地獄みたいなメンツ。深くはないので、今みたいに深くを作る技術が必須ですね。確かレベが8度、トラジローが7度だったかな。6度っていうとその辺のソ連重戦車と変わらないですね。さて、どうせ弾けないので適当に撃ちに行きます。いくらなんでも適当すぎて笑う。体力はあるので、弾受けしていきますよ。操船では勝ってるのでとりあえずもう一発返します。この後、インパンが美味しくいただきました。近年稀に見る優秀なインパンだった。しかしそんな野生のインパンも今や絶滅危惧種、見かけても乱獲などしないようお願いします。誰が好き好んで乗るのか。さて、戦況を見るとなかなか拮抗してますね。ただ心配なのは優勢負けかな。2拠点踏まれてるし、敵は MT 多いし。優先順位的には違う気がしますが、なんか目についたのでこいつを狙います。貴様はなんだその反抗的な態度は。言いがかりにも程がある。隠した中戦車相手ならとりあえず砲塔を押し付けとけば弾けますね。あとは少しの AP を加えて盛り付けすれば完成です。あら美味しそうな戦車。何言ってんの？うるさ。もう、くだらない喧嘩しないで。せっかく乗ってあげたのに、この調子でどんぶらこと流れていきましょう。まるで浦島太郎のごとくな。いや、それを言うなら桃太郎ね。アホなことしてないで、戦闘に集中しましょう。結構ヤバめな感じですね。これどうしようかな。インパンを密漁者から保護したいですが、正直もうあれは手遅れな気がします。これ放棄したらあかんやつだ。めんどくさがらずに当てていきます。後々詰められた時にしんどそうだね。こういう場面って、後ろで狙撃してる戦車を放置しがち。当たるかわからない戦車を撃つなら目の前の敵を撃ちたくなるよね。しかし、思わず飛び込んでしまったけどこれ地形的にかなり最悪だな。とりあえず単発交換でもいいのであいつはワンパン圏内にしたい。やっぱり綺麗に囲まれる。うまいこと薬パンツを守りつつ、敵を削っていくしか。幸い、相手は隠した2枚と隠したみたいなやつ1枚です。まあ否定は何もできませんがね。そんなこと言うから怒らせちゃった。しか
し、どうしたものかねこの状況。やっパンツが打たれてしまいました。こんなところでもじもじしてても自利品ですね。敵は結構甘い動きしてるので削れてるっちゃ削れてるけど。優勢ポイントも残り200を切ったよ。もう遊んでる時間はないの。とにかくこの虎から始末していきますか。こんな大事な時に外すんですか。やっパンツそれはナイスすぎますね。これならなんとかなりそうです。チクチクと削っておいてよかったね。この展開、まず倒すべきは虎ではなく STA だ。逃げられたら優勢負けですかね。まあとどまってくれているのでよかったです。あとは、落ち着いて虎を倒すだけ。思考は結構、弱くて使いこなせないとのお話を聞きます。重戦車なのに柔らかいし、火力があるわけじゃないからね。逆に、自分は MT だと思って動くといいかも。もちろん、敵の重戦車をフリーにするわけにはいかないので、可能であればなるべく前線を張るべきですが、その辺の加減が難しい戦車ですね。苦しんでる方はぜひ参考にしていただければ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。